私たちはフェスやライブを見るとき、ワクワク感を感じたり、歓声を上げ、気持ちが上がる瞬間を会場全員で共有しています。ライブは観客に体験を届けるよう作られていますが、皆さんはそのルーツにドラッグが関わり、音楽の文化に密接に関わってきた歴史があることを知っていますか？ 60 年代のサイケデリックロック、90年代のレイブカルチャー、そして現代の EDM。ドラッグは破滅をもたらすイメージが強く、関わっても良いことはない存在ですが、音楽の文化や表現方法が広まり、革新性が生まれたのもまた事実です。この動画では音楽とドラッグのつながりから見える社会の構造と人間の行動原理、そしてこれからの音楽とドラッグの関係について語っていきます。1920年代、アメリカでは禁酒法が施行され、アルコールの販売、製造、輸送が禁止になった時代、人々は禁止された酒を密かに飲むため、秘密の酒場を作り上げ楽しんでいました。そこに登場したのがジャズミュージシャンたち。ジャズは自由で縛られない音楽として若者に人気を博します。そんなアンダーグラウンドな酒場には、同じく禁止されたマリファナ、大麻が存在し、次第にジャズ文化と交差していきました。当時のジャズミュージシャンにとってマリファナは、独自のリズム感や即興性を高め、仲間との一体感を深める創造のツールとして使われていたのです。そして1960年代、第二次世界大戦後、社会の価値観が大きく変わる時代、若者たちはカウンターカルチャーの影響を受け、戦争や人種差別よりも自由と平和を求めていました。その中で音楽もカウンターカルチャーの影響を受け、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックスなど、今もなお根強いファンがいる彼らの音楽は、当時合法に近い扱いだった LSD によって変わります。LSD の幻覚作用はロックに対して、曲にリバーブや逆再生などの音響効果が使われるようになり、全ての感覚を使った体験という総合芸術に音楽を押し上げました。こうして生まれたのがサイケデリックロック。サイケデリックロックの誕生は、単なるジャンルの変化ではなく、意識の拡張というムーブメントの始まりでした。サイケデリックロックを聴くと、ふわふわとした感覚を感じることができ、使用者が見た世界が曲に反映されていることが特徴的です。当時の若者にとってドラッグは現実逃避ではなく、探求を目的として使用する動きがあり、現実世界だけでなく、自分の内側にあるもう一つの世界を探す手段として使用していました。ではドラッグは怖いものという認識はなぜ生まれたのか。その答えは経済と健康被害にあります。1960年代後半のアメリカでは LSD の大量流通が始まりました。今までは研究者が合法で入手できるものでしたが、使用拡大により一般層で乱用的な使い方が広まり、健康被害が多く報告されました。これに対処するため政府は LSD の非合法化を発表し、ドラッグイコール反社会的行為というイメージを強化しました。しかし LSD が与えた自由、創造、精神世界への探求は音楽史に深く根付き、音楽の核となる部分を強固なものにしたと感じます。1970年代、アメリカでは都市化、消費文化が急速に進み、夜の娯楽産業、クラブ、ディスコがブームになり、パリピ文化が始まります。ロックは LSD 主流だったのに対し、ディスコやクラブはコカイン。コカインは LSD がもたらした哲学的、探求的音楽文化を現実逃避、社交、快楽へと文化を変え、使用目的にも変化が起きました。クラブ、ディスコは今この瞬間を楽しむという風潮によってブームになり、社会の辛さや忙しさを忘れられる場所として機能しました。また、ファッション業界、映画スター、富裕層が集う社交の場として利用され、非日常的な体験をする場としての役割がありました。コカインは覚醒作用で疲れを忘れ、気が大きくなり社交的な性格になれることから、クラブとの相性が抜群でした。そして、コカインが音楽にもたらしたのは、刺激的できらびやかなイメージ。アーティストは長時間のレコーディングやテンションを維持する目的でコカインを使用。その結果、永遠に踊り続けられるテンポとグルーヴ感、そして派手で自信に満ち溢れたようなサウンドが刺激的で高揚感あふれる空間を作り出しました。日本はこの現象が80年代以降似た構造が生まれ、バブル経済の熱狂と音楽業界の巨大化がありましたが、裏ではストレス社会による不安をクラブミュージックで解消することで人気を得ました。
ただ、そんな逃避行動をした裏には現実という影が近づいていました。70年代後半からはコカインによる依存と破滅によってコカインは違法に、それに伴ってディスコは衰退していき、きらびやかな世界は幕を閉じます。コカインは音楽を精神の探求としてではなく、肉体への快楽として音楽に形を表しました。この気持ちよさを生む音楽は後にハウス、テクノ等の EDM へと受け継がれていきます。1980年代前期、西洋社会、特にイギリス、アメリカは経済格差の拡大や政治の保守化といった社会的プレッシャーが強まり、若者の間に管理された社会への反発と自由に生きたいという息苦しいムードが生まれていました。60年代と似たようなこの流れにもあるドラッグが関わっていました。その名は MDMA、またの名をエクスタシーです。当初は心理療法に使われ、共感、安心感、解放感を高める薬として研究されていましたが、徐々にクラブでパーティードラッグとして流行しました。そんな時期に登場したのがシカゴハウスやデトロイトテクノなどの新しいクラブサウンドです。シカゴハウスやデトロイトテクノはそれぞれ違う特徴を持っており、一つずつ紹介していきます。シカゴハウスのテーマは人間的でコミュニティ的、四つ打ちキックとディスコや R&B のボーカルを取り入れたことで温かく踊れるサウンドが特徴。70年代のディスコの延長でクラブで使われ、みんなで感情を解放して踊ることでコミュニティの形成に役立ちました。一方でデトロイトテクノのテーマは機械的で未来的、ビートマシンの精密さを重視した正確なリズムとシンセサイザーの未来的なメロディーがまるで人と機械が融合したような近未来的なサウンドが特徴。ハウスとは違った人間的というよりどこか機械的な、これまでとは違う新たなスタイルが生まれました。この2つはハウスミュージックとテクノの原型になったジャンルで徐々に勢力を拡大していき、 MDMA は後のレイブ文化の原型を作ることになります。1980年代後期、西洋での社会背景は80年代前期と同じ社会への不信感と閉塞感がありました。そんな中、アメリカからハウスミュージックとテクノが伝わり、ロンドンのクラブシーンで人気を得ました。そして主にイギリスでこの2つはそれぞれゲリライベントに近いレイブ文化によって拡大し、それに伴って MDMA の使用も広がっていきました。まずはハウスミュージックから。シカゴで生まれたアシッドハウスがイギリスで爆発的な人気を得て、セカンドサマーオブラブという大規模レイブが起きます。これが後のレイブ文化の引き金になり、各地でレイブが開催されるようになります。テクノもレイブの影響によって発展していきます。テクノの反復的でエネルギッシュなサウンドはレイブとの相性が良く、長時間の DJ プレイに最適でした。その後、テクノとハウスミュージックは多彩なスタイルを生み出し、黄金期を築きました。そして MDMA はクラブ文化にも影響を与えました。DJ が一晩中プレイするロングセット文化が主流になり、ただ踊るだけではなく、照明やレーザーなどの演出面が強化され、非日常の体験を目指す空間が生まれました。これが今のクラブカルチャーの原型となり、ウルトラなどのフェスにつながっています。この文化の中で普及したのはプラーの思想。プラーはピース、ラブ、ユニティ、リスペクトの4つの頭文字を取った言葉で、平和を願い、他者を受け入れ尊重し、みんなとつながるという理念が完成しました。これは現在の EDM フェスにも受け継がれている思想で、MDMA の共感作用によってもたらされたものですが、フェスの安全と楽しさを成り立たせているのはこのプラーがあってこそなのかもしれません。レイブ文化は急拡大し、数千から数万規模のイベントが登場しましたが、同時に MDMA の乱用者数も増加し、規制が始まります。80年代の MDMA とレイブ文化がもたらしたのは、現代のクラブカルチャーやフェス文化にある根底の理念を築いた時代でした。プラーという理念はここから始まり、この理念に基づいて現在のクラブカルチャーやフェス文化が構築されることになります。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、各国は MDMA を厳しく取り締まる姿勢を見せるようになります。そうなるのも必然で、乱用者による死亡事故や健康被害が報告され、薬物に対する徹底した取り締まりで使用者は減っていきました。MDMA の使用者が減っていくと、必然的にレイブ文化も衰退していき、クラブ側も薬物関連の場というイメージダウンを払拭するため、クリーンなイベントを運営するようになりました。こうして MDMA や多くのドラッグは使える場所も使用する人もいなくなり、
社会的に使えなくなったことで姿を見せなくなりました。では、これら薬物の関わりがない状態で音楽はどうなったのかというと、新しいジャンルの登場によって新たな一歩を踏み出します。それが EDM というジャンルでした。2000年代後半から2010年代前半にかけて EDM が登場し、MDMA 的な多幸感や一体感をドラッグではなくサウンド構成で再現するようになります。では、どうやって EDM は音で多幸感や一体感を出せるのか。それはビルドアップ、ドロップ、サイドチェインの3つによって再現されています。まずはビルドアップ。これはドロップの前に来る盛り上がりの部分で、ドロップに入る直前でピークに達します。次にビルドアップで作った盛り上がりを一気に爆発させるのがドロップで、曲の中で一番盛り上がるところです。この溜めてから一気に爆発させるのが EDM 特有の曲構造で、テンションの上がる曲が多いのはこの構造があるからです。そしてサイドチェインは音にうねりをつけることで、音のぶつかりや音割れを防いでグルーヴ感を持たせることでまとまり感を出すことができます。これらが人工的なトランス状態、つまりハイを音で作る技術なのです。これは人間が持つドーパミンやセラトニンが曲を聴くことで分泌され、自然な多幸感やリラックス感を感じることができるからです。そしてこの効果を最大限に引き出すのが演出です。曲に合わせたド派手な演出は見た人たちに感動と没入感を与え、まるで夢のような最高の感覚を与えるのです。MDMA の衰退を機にクラブカルチャーは EDM によって進化しました。感情の解放や共有、そしてプラーの精神を引き継ぎ、ドラッグによるハイではなく音楽によるハイにシフトチェンジしていきました。クリーンになっていいところを残した理想的な状態。私たちはそんな最高の時代に生きていると言っていいでしょう。その中で私たちにできること、それはこの文化の精神を持ちながら思いっきり楽しむことです。文化の精神を持って楽しむことが文化の発展と継続につながり、社会の豊かさになります。現代のクラブカルチャーはもはや人々と社会を幸せにつなげる最高の文化です。これからのさらなる発展と幸福を願い、この文化を思いっきり楽しんでいきましょう。